これをしていては、あなたの日本語は上達しません。皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのリュウと申します。お元気ですか？皆さんは日本語を勉強していて、なかなか上達しないなと思ったり、いつまで経っても流暢に話せるようにならないなと思ったりしたことはありますか？実はそれ、時間を無駄にしているかもしれません。今日は日本語が上達しない、時間を無駄にしてしまう勉強法4つについて解説していきます。これをしていては、あなたの日本語はいつまで経っても上達していきません。もし自分の勉強法が当てはまっていたら、今すぐ見直しましょう。まず一つ目、書く練習に時間を割きすぎていること。日本語の文字を書く練習はできるだけしないようにしましょう。もしあなたが今、ひらがなやカタカナを勉強しているのであれば、書く練習をしても構いません。しかし、難しい漢字を書く練習をするのはとても効率が悪いです。ネイティブの日本人でさえ日常生活の中でほとんど日本語を書くことはありません。なぜなら今の時代はパソコンやスマホなどで予測変換という機能があるからですね。だから基本的に漢字が書けなくても日本人とコミュニケーションするのに困ることはありません。もしあなたが今日本語を書く練習に時間を費やしすぎているのであれば、その時間を半分にしましょう。そしてその空いた時間でシャドーイングや日常生活でよく使う表現を覚えていった方が、より効率的に日本語を習得することができます。日本語の難しい漢字は書けなくても大丈夫です。見て読み方がわかれば、それで十分なので、書く練習はしすぎないようにしてください。次に日本語学習で時間を無駄にしてしまう勉強法2つ目は、難しすぎる語彙や専門用語を暗記することです。ニュースの解説や学術的な論文などにしか出てこないような極端に難しい単語や表現は、もし覚えても実際に使う機会がほとんどありません。もしあなたがもうすでに日常会話レベルの日本語をマスターしているのであれば、そういった難しい単語を極めても大丈夫です。ですが、日本語の中級者やまだ日常会話に不安がある方は、よく使われる語彙から勉強していきましょう。特に自分のライフスタイルや目的に直結するよく使う語彙から優先して覚えていくことが大切です。次に日本語学習で時間を無駄にしてしまう勉強方法。3つ目は文法規則の暗記だけをしてしまうということです。日本語の文法って難しいですよね。語尾や活用の仕方が変化するので、それを丸暗記するのはとても難しいと思います。しかし文法の学習はあまりしすぎないでください。文法の規則を事細かに覚えたとしても、それが実際のコミュニケーションで使えなければ意味がありません。文法は基本的な文章の型を理解したら、すぐにその文法を使った例文を実際に使ってみましょう。規則を覚えることよりも、その文法の規則を用いて、どのような表現ができるか、どのようにコミュニケーションを取れるかということに焦点を当てていくことが大切です。次に日本語学習で時間を無駄にしてしまう勉強方法。4つ目は、ながら勉強をしてしまうということです。
皆さん、例えば日本語のラジオやポッドキャストをながら聞きをして勉強した気になっていませんか？ただ耳で聞くだけ、ただテキストを目で追うだけのながら学習は集中していないので脳に定着しません。学習した時間の長さよりもどれだけ高い集中力で脳を働かせたかが大切です。勉強する時間を区切って自分が積極的に考えたり覚えたりするアクティブな学習時間を意図的に作りましょう。おすすめなのは勉強する時間を区切って休憩を挟みながら日本語学習を行うことです。例えば1回の勉強時間を30分にセットしましょう。そしてその30分間で一体何を勉強するのか自分の中で目的を決めておきます。そしてタイマーを使って30分間集中して学習に取り組みます。30分経ったら休憩時間を10分から20分ほど取りましょう。そして休憩が終わったらまた30分間次の学習に取り組みます。これを何セットか取り組むことによって高い集中力を維持したままさらに学習時間を確保することができます。学習時間や休憩時間は各自で調整していきましょう。いかがだったでしょうか？日本語を効率的に上達させるためには質と量のどちらも大切です。もしこの動画で紹介した4つの勉強方法をしてしまっていたらぜひ改善するようにしてください。それだけでもあなたの日本語の学習上達のスピードがさらに高まっていくはずです。今後も皆さんの日本語学習に役立つような動画をアップロードしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。いつも動画を見てくれてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。